この人が4歳の時やから38年やね。お二人でそうそうです。はい喧嘩しながら。以前の感じで。ありがとうございます。ありがとうございました。セギモって言って鳥の肝がついてるんですけど、これがちょっと濁ってしまうので、これを外してえぐみの少ないスープにします。スープがこれで全部料理。水素水使ってるんですよ。水素水。はい。日本鶏も水素水。水素水使うことで何が変わるんですか？もう全然臭みが全く出なくなって、死んだスープになるんですよ。水素水で。もう水素水で炊くことによってふっくらと美味しいお米になるんです。これなんていうかな、お米がこれを入れることによって中でお米が回って粒がきれいな形。これだからこれとこれが命。米とスープが。あんまりこうグツグツ沸かすんじゃなくて、ちょっと70度80度ぐらいでじんわり炊くに。丸々。そうです。まるで骨から旨味が出てくるんで。講演会があるんで、前菜に蒸し鶏として出します。あとつってさばきます。蒸し鶏の中に味を。もも外します。偉いと思いますね。はい。はい。はい。ささみです。これは
これで一つ完成です。これ大丈夫ですか？お米の特 A ランプ使ってるんですよ。お二人でそうそうですやられ。てるんですか？親子。はい喧嘩しながら喧嘩しながら。喧嘩しながら。ずっとはい。こちらの商店街で。そうですね。おばあちゃんもここで商売しとったんで、ご飯屋さんやってたんで、おばあさんですか？僕のおばあちゃん。で、一回店辞めて、で父が、中華料理屋に修行行って、で、もう一回始めてるんで、同じ場所で、かなり長くやってます。この場所で言うたら。おばあちゃんから引き継いでる料理が中華丼なんですよ。中華丼。このうちのおばあちゃんが、後半ですね。中華丼に卵を閉じるんですよ。私が沖縄出身でそうなんです。 18の時に出てきてるからだから今71。じゃあもうこちらの方が長い長い長い。お子さんが子供4人ですね。育ててます。私が母親代わりで。そう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 。緊張するからあらが出るから。これね、今からミンチいきます。ミンチです。豚ミンチを、全部豚は腕の部分に使ってるんですよ。味が濃いんで、麻婆豆腐によく合うんです。これがすごく味が濃くて美味しいんです。一人前これぐらいですね。スペアリブ叩きます。たら怖いから昼ぐらいにちゃんと目さえた時にしたこれを酢豚にします。骨付き酢豚ですね。これも万の宴会用です。
38年。 38年やね。この人が4歳4歳。 4歳の時やから。よう頑張ってるやろ。ね、大変やのにね。この春日の道はね、難しいんですよ、商売するのが。でもこの人はつながりがいっぱいあるから、お友達とか。だからそれの助けもね、いっぱいあって。麻婆豆腐が美味しいから麻婆飯店って思ってるでしょ。はい。違うんです。お父さんの名前がね、正雄って名前やって。この生まれも育ちもここで、生まれた時にみんなが麻婆麻婆って呼んでて、それで商売始める時に店の名前をどうしようっていう話になって、もう麻婆って呼ばれてるからつけたらみんな麻婆豆腐が美味しいからっていうので、そっちの方で有名になってしまって、名前変えるわけにもいかないし、そのまま通して面白いでしょ。焼き豚なんですよ。自分でタレ調合して。何に使われるんですか？今日のランチ、お昼のランチが、チャーハンとワンタン麺、ワンタン麺。ワンタン麺とサラダとデザートなんです。沖縄そばに近いような、こう沖縄そばを麺屋さんに見せて、これと同じようなのを作ってくださいって言って、これを作ってもらう。お店にあるものは全て。全部、はい、一からこないして仕込みして。
香りがやばいでしょ。すごい。これタレかけて。はい。炊きたてやんでうまいです。食べてみてくれ。こんにちは。よいしょ。開店当初からのお客様です。30何年。あ、ね30何年かな。 30何年やね。常連。常連。あーね。出来上がり。いつもこれ食べられてるんですか？そうそうそう。これととんかつ中華やな。
りがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。いやーもうあれやが30何年もあれは行ってました。あとは料理の味についても美味しいかなと思った。でも皆さんこの天使様たちとも仲が良かったですけどはいすいませんどうもありがとうございます。38年ですから毎日来てくれるルーティンに入れてもうてるんですよ。ありがたいですね。これを閉じ込めて。お味はいかがですか。美味しいです。美味しいです。はい。ここはね、ご飯も美味しいんです。ご飯ですか。結構昔から通われてるんですか。そうやね、まだ孫がこんな時は今もう大学生になってるからね。じゃあもう十何年以上は。そのぐらいの時出るんちゃうかな。なんかここちょっと来てなかった。お母さんが思い出して。とは思うんですけども、これも結局出ますから、それに宴会の前菜に使う上で。ここでいい？甘酢亭とレモン亭です。唐揚げに味付けてるんですよ。レモンとチリと甘酢が。これがレモンのタレ。
しゃいませ。いらっしゃい。レモンです。でかい。どれとってもでかい。すごいね。まあそれなるから。多かったらちょっともらおうかな。美味しいですか。はい、ありがとうございます。失礼します。シェアして。でかい。2つ目の信号、左曲がっていただ担々冷麺です。いらっしゃい、こんにちは。
し子に乗せて7分。食べ生えたり。美味しいですか？外れだ。外れがない。つけてね。はいはい。お待たせしました。はい。ここね、美味しいんですよ、ほんまに。チャーハン美味しいです。チャーハン美味しいですか？チャーハン美味しい。ちょっと油がある。美味しい。麺も太麺でうまい。ちょっと変わった麺ですよね。いらないかな。いらない。
もうない。5枚。はい、醤油だれです。ありがとうございます。しました。また来るわ。あ、また。ありがとう。ありがとうございます。全部俺が。担々冷麺です。お待たせしました。似たような。似たようなじゃないか。映画だったらいいし。これが癒着バッター粉って言ってこれ自体に全部味入れてるんですよ。だから下味も打たなくてそのままつけてこのまま
これが名物の初中丼です。当店オリジナルです。だから、3月に申し込んで、来年の5月ぐらい。ありがとうございます。春巻きも美味しいですよ。色は何ぼでも作れますから大丈夫です。もうここまでしてもうとんしたら全然大丈夫です。今からどちらに？買い出しに OSA まで行きます。いってらっしゃいませ。今日はこれから宴会。そうなんですよ。前も宴会やって36名です。36名です。奥に広いお座敷があるので。息子。息子です。まあホールも出ますし、まあちょっと父親の料理です。アヒルの卵ね。アヒルの卵。はい。こういう模様が入ってる方が美味しいって言われるよね。夏の花が咲いてる感じに見えるんですよ。台湾ピータンはすごく中が柔らかく、ちょっとクリーミーなんですよ。はい、食べてみてください。ピータン食べてビール飲んだらビールが甘く感じる。なんでやろ。
これは骨付きなんで一回揚げます。余熱で入れないと骨まで火入らないんで。北京料理屋で修行してで帰ってきて父親と一緒に商売し始めた。北京料理屋さんが主体なんです、僕の料理基本は。修行したのは当天閣っていう神戸の三宮の上にあるすごい高級中華めちゃめちゃ美味しいところで、それで修行6年7年やってから帰ってきて父親と一緒に料理の内容を話しようと、ああやろうこうやろうって言って料理は2人で考えてました。3匹余るかあんまりしようと。よいしょ。
の数日を願いまして乾杯したいと思います。乾杯。乾杯。